さ。
いただきます。
ます。ごちそうさまでした。
けた。硬かった。
します。うわ、すごい坂やな。雪が音を吸収してすごいシーンとしています。もう最高の景色です。今現在の標高が740メーターです。雪山なんで夜は氷点下まで冷え込みます。ここ2台止めれる駐車場なんですけど、こっち側ですね、柔らかめの雪や土でもう前の車がスタックした跡があります。この横除雪されてないんですけど、かなり積雪あります。ここでもしスマホを落としたらもう一生見つからないですね。試しに落としてみます。もうちょうどスマホの型取りされてます。これは気をつけないといけないですね。この 7520LP ガス搭載されてるんですけど、残量の計測ができないんですよね。でもこれ Amazon でこういったガスの残量メーター売っていました。一度こちら取り付けます。なんとかギリギリ収まりました。開けてみます。はい、しっかりガスのメーター動きました。結構あると思ったんですけど、
意外ともう半分以下でした。これつけてよかったです。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。このキャンピングカーのコンロなんですけど、結構火力弱いんですよね。でも銀杏を爆発するまでいることができました。お水は昨日シャワーなどを使ってちょうど半分ぐらいですね、捨て
生活用水タンク、全部で約65リッター入ります。で、こんな感じで自分ペンでマーカーつけたんですけど、ちょっと見えにくいんですけど、こんな感じでマジックで線つけています。で、これで0リッター、10リッター、20リッター、30リッター、40リッターっていう感じで分かります。で、こんな感じで30リッターと40リッターの間は広いんですけど、この10と0とかは本当短いんです。前までこのメーター残量が正確に把握しにくかったんですけど、このマーカーつけてほぼ残量が分かるようになりました。さあ、そして現在の排水パイプの温度計がもう 0.2 度です。氷点下入りそうです。朝方凍ってる可能性ありますね。そしてもう一つの温度計なんですけど、こちらが 5.1 度が清水タンク、このリアのベッドの下にあります。もう一つの生活用水タンクは12度、このサードシートの下にあります。やっぱこのリアベッドの下結構冷えています。ここに生活用水タンクがあります。ここも朝方は凍る可能性ありますね。このサードシートの下、FF ヒーターの横にありますんで、やっぱり温度高いですね。12度です。清水タンクは5度なんで、7度温度差があります。もう完全に日が暮れました。ご飯までまだ早いので、昨日もやりましたが、またプロジェクター出してゲームして過ごします。で、その後、ここネットも届きますんで、YouTube など見てゆっくり過ごします。スもスピードが良かった。そうですね。ロバートソンにレッドカードです。ただのボールですね。強さよく蹴りましたね。潜った後に。思ったより時間が過ぎていました。FF ヒーターももう切っていたんで、少し車内が寒くなってきました。このプロジェクターとスクリーンでゲームや YouTube 見るの結構楽しいんですけど、ちょっと気になるのが、やっぱり暗いんで照明消せないとダメなんですね。やっぱりテレビみたいに明るい部屋では見れません。そして常設ではないんで、毎回スクリーン微調整が必要になります。なので、なんかもうこんな感じで、こことかネジで打っちゃって固定してもいいかもしれないですね。ただこのプロジェクター、ちょっと安くお試しで買ったんで、暗いっていうのがありますんで、もうちょっといいやつ買って、そちらを固定したいと思います。この辺もまたおいおい快適化していきます。それでは晩ご飯いただきます。昨日おでんで使った大根の半分と豚肉もありますんで、こちらで大根と豚肉のミルフィーユ鍋、温かいものいただきます。
いや、お腹空きました。それではいただきます。うん、ああ。ごちそうさまでした。大根半分あったんですけど、もう全部食べちゃいました。それではお湯で洗い物していきます。温水ボイラー、ガスで作動させます。せっかく大根と豚のすごい美味しい出汁が出たスープがあるんですけど、今回取り箸で取らずにそのままお箸つけちゃいました。なので明日はもう料理に使用せずに、この凝固剤と防臭袋で汁固めて捨てます。やっぱりキャンピングカーなんか常温になりますんで、取り箸を使用しなかったらかなり菌が繁殖すると思われます。もったいないですが仕方ないですね。あったかい。うわ、すごいよ。ステップも雪に埋もれてる。これはすごいな。この横ちょっと除雪してあるところでも結構雪が積もってきています。ちょっと踏んで傘減らしておきます。でも除雪されてないところはこれすごいですね。これもう膝まで来ています。これ前なんですけど、上のバンクの屋根から落ちてもう何羽隠れてます。明日かなり雪かきしないとダメですね。これはで、後ろなんですけど、これ元からちょっと雪積もってたんでさらに傘が増しました。で、隙間あるんですけどちょっと嫌ですね。なんか少し雪出しといて FF ヒーターとかマフラーの排気の熱ですね、出せるようにしておきたいと思います。ここがもう一個横の駐車場で、スタックした後の結構デコボコやったところですね。そこなんですけども、こんな感じで何も
跡形もなく雪で覆われて真っ白です。雪が音、雑音など全て吸収していて、もう聞こえるのはキャンピングカーのエフェヒーターの音だけです。かなり神聖な雰囲気です。結構雪質はね、サラサラですね。やっぱり温度が下がっているんでパウダースノーになってます。ちょっとふかふかなんで、これダイブしたくなりますね。そんな言ってる場合ちゃいますね。ちょっとこれのけときます。雪はすっごい軽いですね。この量でもすごい軽いです。なんかイメージ的にはふわふわのかき氷って感じですね。これシロップかけたら美味しそうです。この辺はこれ氷ですね。固まってます。これ昨日できたやつですね。とりあえず後ろは確保しました。雪がねすごい柔らかかったんで簡単に除雪できました。これでエアフィーターはもうしばらく使えるはずです。ここがねエアコンの静か機なんですけど、ここもちょっと除雪しておきます。というのも万が一エフヒーターが使えなくなったらこのエアコンで暖房も使えますんで、エアコンの静か機の高さは結構上なんである程度埋まっても使えると思います。一旦こんなもんで除雪は終わらせておきます。これもどうせ明日使うしここ刺しておきます。さあかなり体冷えました。マルチルームどうでしょうか。あったかいですね。じゃあこれでシャワー浴びます。最高でした。今外の温度マイナス1度なんですけど、この氷点下の中で温水シャワーをキャンピングカーの中で浴びてる人なかなかいないでしょうね。もう物好きを通り越してもうアホですね。はい、エアフィヒーターの中に入れてたんでかなり乾燥しています。もうそんなに掃除いらないですね。床トイレ置きますんで床だけ軽く拭いておきます。これ Amazon で買ったミニモップみたいなもんなんですけど、結構キャンピングカーのマルチルームシャワー室にはいいと思います。この先っぽに吸水スポンジついてます。結構水吸います。でもう手つかずにこんな感じで壁など床などの水滴を取れます。もうほんと一置きすれば綺麗に水滴が取れていきます。で吸水スポンジそんなに容量ないんですぐいっぱいになるんですけど、これいっぱいになった時にこのレバーを上にします。こうすると今もほとんど水吸ってないからほとんど出ないんですけど、たくさん水吸っていたらジャジャーっと出ます。手を汚さずにモップを絞れます。
特に床とかですね、この壁は水はけでバーってやったら綺麗になるんですけど、床は結構びちょびちょなんで、せっかくシャワー入って綺麗な体になったのに、素手で雑巾がけするのもなんかちょっと嫌ですよね。この時はこのモップがあればすごい便利です。それではマルチルームはもう少し乾燥させておきます。いやー、しかし水さえあれば何泊でもどんな場所でも車中生活できます。やっぱりキャンピングカーにこのマルチルームあるだけでキャンピングカーのスタイルがガラッと変わります。いや、本当に面白い部屋ですね。それではもう歯磨いて布団敷いて寝る準備します。明日の朝はどんな世界でしょうか。やっぱり標高を上げて温度が下がってくると、べちゃべちゃな水分量の多い雪からサラサラになってきて、ふかふかの雪が積もっていきます。車体の下に雪が埋まってエベベヒーター使えない可能性がありますんで、また明日確認してから使用したいと思います。いただきます。さあ、お水も無事出て本当良かったです。外の様子見に行きたいんですけど、先に朝ごはんの仕込みしておきます。今日の朝ごはんは炊き込みご飯作ります。このマルタイの棒ラーメンこちらに入れますんで、
マルタイ棒ラーメンの炊き込みご飯作ってみます。さあ、それでは着替えて外行きます。あ、屋根も結構積もってるっぽいですね。マックスパン開くんでしょうか。あ、重たい。これは開かないですね。無理です。閉めてきます。もうすでにマルタイラーメンのすごいいい香りがしてきました。ちょっと換気して空気入れ替えてきます。うわ、さらに積もってる。ここすごいですね。足入れたところこんなにも深くなっています。昨日立てたスコップかなり埋まっています。この前なんですけど、ルーフからバンクへ雪が落ちてきて、もうヘッドライトが隠れるぐらい雪が積もっています。タイヤも半分まで雪が積もっています。やっぱ屋根の雪が落ちて、この車周辺の傘は上がってしまいます。この辺はなんか氷も混ざっています。排水どうでしょうか。凍ってますかね。一回出してみます。やっぱここは蛇口は凍ってますね。で、水が出るか。硬い。めちゃくちゃ硬いです。あ、こっちですね。あ、いけました。いけた。ちょっとこの辺はね、硬くて凍ってるような感じがあったんですけど、パイプの水は凍ってませんでした。で、ガス残量なんですけど、減ってますね。もうこの緑のマークから黄色のローガスというところまで来ました。昨日はシャワーとか温水ボイラー結構使いましたんで、ガス結構減ったようです。このリアはですね、昨日除雪したんで、しっかり隙間も空いて、マフラーや F ヒーターの配管も大丈夫ですね。屋根がね、今回結構乗ってます。こういったはしごもちょっと積もってて、これちょっと下ろした方がいいですね。雪結構ね積もっちゃってるんで、もう屋根に登って下ろしましょうか。さっき下ろせる分だけ下ろしておきます。やっぱ全然ダメですね。端っこしか落とせません。このはしごの上のとこ、これ邪魔ですね。さっき下ろしておきます。しゃあ、これで登ってみます。ちょっとこれまた骨折した車にならないんで、慎重にゆっくり行きます。かなり積もってる。ルーフスポイラーの上には絶対に乗らないでください。ここですね。ここは乗ったらダメです。一旦ここの雪を下ろします。これは衛星放送ですね。衛星放送のアンテナがここにあります。見えてきました。なぜかですね、このマルチルームの換気扇で屋根焼くんですけど、ここだけ雪積もってません。もしかしたら FF ヒーターつけていたんで、それで溶けてしまったのかもしれません。こっち側はソーラーなんですけど、もう全然見えてませんので、発電ゼロですね。やっぱ雪はソーラー全然発電しないですね。
さあちょっと上登ってみます。よっしゃ、おお、登れました。これ何でしたっけね。あ、これもアンテナですね。テレビのアンテナあります。ほとんどねもう使ってないんですけど、昔のキャンピングカーなんでテレビのアンテナがついています。かなり積もってましたね。でもなぜか前の方はやっぱりスルッと落ちるんですね。この後ろの方だけ残っていました。マックスファンも上はねエアフィーターの多分熱がいってたんでしょうね。溶けてますが、この開けるところですね、ここは雪がかかって開きませんでした。はい、じゃあこの屋根の方も全部もう下ろしていきます。気持ちいい。このソーラーの上はツルツル落ちていきます。はい、結構落ちました。あの量だったら重さも結構ありそうですね。じゃあこれで OK ですね。これ登るときより降りる方がなんか怖いですね。濡れているんで足が滑ります。慎重に降ります。はい、屋根も OK なんであとは前ですね。ここも屋根から落ちた雪抜けておきます。すごい量ですね。結構フロントにねバンパーがあるんで当たらないように気をつけて取っていきます。サイドのタイヤのところも取っておきます。しゃ、さあこれで出発できますね。せっかくなんでもうこのふかふかの新雪ダイブしたいと思います。さあと思ったんですけど、やっぱりもう46歳やし濡れて大変なんで、もう今日はぐっと我慢して車内戻ります。いただきます。ごちそうさまでした。完食しちゃいました。マルタイラーメンとご飯1合分なんで結構な量ですよね。もう今日は朝と昼兼用で行きます。はい、それでは片付けていきます。
こういったお皿などはですね、ラップを敷いとけば破れてなかったらもう洗わなくていけるんですけど、この炊飯器ですよね、必ず汚れついちゃいます。こういったクッキングシート、これを敷けばご飯温めるぐらいは可能なんですけど、やはり火力がかなり弱くなってしまいますので、炊き込みご飯などの調理はできません。どこかメーカーさん、キャンピングカーや車中用に洗わなくてもいける炊飯器開発してくれたらめっちゃ嬉しいんですけどね。もうガチガチに凍ってますね。ちょっとこの直しときます。とりあえずレベラーありますんで、一旦バックしてから取ります。で結構ね、レベラー雪に埋もれてます。なんか板かなんか引かないとダメですね。このレベラーはこんな感じで面積が少ないんですよね。なんでどんどん雪だと埋もってしまったようです。硬い硬い、埋まってる。ちょっと凍っちゃってますね。ちょっと下掘っていきます。取れた。そっか、雪の時はこの穴出タイプのレベラーダメなんですね。凍って取れなくなっちゃいます。なんか板か引くべきですね、下に。はい。なかなか一苦労でした。ちょっと後ろ開けれないぐらいまた雪積もってますんで、もう助手席の足元置いときます。はい、目的地の途中なんですけど、試したいことがあったんでやってみます。車中泊や車中生活続いていたら、この洗車が全くできないんですよね。で、融雪剤とか汚れとかが結構タイヤハウスとかこのボディにびっしりついています。こういったドアのところとかもすごいですよね。で、長期洗車できない時に
軽くタイヤの汚れだけ落とした時なんかに使えるんじゃないかなと思ったアイテムが、このコンパクトなケルヒャーのバケツと、このシャワーが一体になったタイプです。これを開けるとコンセントとか USB があって、でシャワーホースあります。 USB-C 挿すとこがあって、ここで充電します。でこれは防水になっています。これで広げてバケツになります。でバケツの容量はお水8リッター入ります。でキャンピングカーの生活用水排水するのにちょうどいいなと思って今回試してみます。でここの排水ホースの下に置きます。でこれでコックをひねります。でもうすぐいっぱいになりました。スイッチを押します。お、動きました。いらっしゃいます。お、すごい、結構勢いある。ちょっと手始めにここホース汚れてんの一回流してみます。綺麗になりました。でこのガソリンタンクの下とか結構融雪剤がべっとりつくんですよね。こんなんもこうやって流せます。でこのボディとかすごい汚れてますよね。これ一回流してみます。お、結構綺麗になりました。で次タイヤ、こちらも融雪剤とかべっとり泥汚れもついています。軽く流してみます。この半分だけ流してみました。タイヤは綺麗になってます。ホイールもかなり綺麗になりましたね。この上半分はまだ何もかけてません。結構水圧が強いんで水だけでも取れます。このリアすごいですね。雪と泥の跳ね返りでめちゃくちゃ汚れてます。でこの後ろ見えなかったんですよね。これは安全のためにきれいにしておきます。これで視界もくっきりです。ね、自分個人的に気になるのが、この雪国に来てからこの融雪剤がべっとり鉄のとこつくんですよね。これはあんまり長時間つけておきたくないんですよね。これだけ流しておきたいです。もうこれ簡単に押していきます。泥汚れも結構ありますね。であとはこういったステップのこれ機械の動くところの汚れですよね。こういうところも結構固着しちゃいます。で道路の融雪剤はもう下べっとりつくんで、これだけでは全て洗い流せないんですけど、長期洗車ができない状態や生活用水タンクにお水が余っている場合は軽く泥汚れだけ落とすのもいいですね。かなり使えそうです。で出先だと洗車まではできないんですけど、こういった安全面に必要な視界確保ですね、こういうのとかには使えそうです。あとは車中泊先のキャンプ場とかで、そのキャンプ場がもし洗車 OK でしたらこんな感じで洗ってもいいですね。で軽く今洗った感じなんですけど、半分ぐらい減りました。結構節水はできそうです。あとはバックカメラの汚れですね。こういうのも結構汚れがつきます。軽く上がっておきます。でジルはこのゴミ浮きが結構汚れるんですよね。そうこうした泥がですね、この跳ね返って中に入ります。でこういうのも簡単に洗えます。あ、これはいいですね。結構コンパクトになるんで、いざという時用に置いといてもいいですね。それでは再出発します。今日はこのジル520の防水塗装をします。この車体下の錆が目立つようになってきました。
もっと長く乗りたいんで、これ以上進行しないように施工します。ここ富山県は雪国なので、道路に融雪剤、塩化カルシウムがよく巻かれています。高速道路も凍結防止や雪を溶かすように巻かれています。その塩化カルシウムが錆の原因になります。このキャンピングカーバンテック15520は中古で13年落ちを買いました。自分は雪道走った後、白いのがべったりつきますんで、できるだけ洗い流すようにこういった下回り洗浄していました。でももう錆びてる箇所が何箇所か結構あります。もう購入した時から錆びていたんだと思います。気になる場所がまずリアなんですけど、後ろの左側ですね。こんな感じで結構これ錆びてるの分かります。昨日ですね、全部洗車して下回りで乾かした状態です。はい、次はこの後方の右側ですね。そして中の方を見てみると、この予備のタイヤの上らへん、フレームとかですね、この辺も錆びが見えます。で、次はこの真ん中にあるガソリンタンク周辺ですね。はい、ここなんですけど、ガソリンタンクはね、比較的綺麗です。で、その上ですね、またフレームの方が錆びて、もうなんか剥がれてきています。こっち側もそうですね。こんな感じで、もう触ったら、これ剥がれますね、黒いの。結構錆びてます。で、このタンクの上の部分、ここのフレームも錆びて、こうやってもう剥がれ落ちてきてます。こちらも写真撮っておきます。そしてあと気になるのが、このタイヤハウスから見えるんですけど、シャシーが錆びています。このタイヤの隙間から見えるこの辺も結構錆びています。で、最初は自分でやろうと思って、このシャシーブラックですね、黒い塗料、これ塗ったらこの錆が止まるようなんですけど、これなんか実はね、あんまり良くないってネットで見ました。ノックスドールっていうのがいいみたいです。で、富山県で施工してくれる店見つかりました。今日は今からそちらに行って防水処理してもらいます。はい、到着しました。富山県高岡市にある株式会社西武さんです。この高さ3メーター近くあるキャンピングカーもすっぽり入ります。ジルは高さ 2.8 メーターぐらいなんですけど、十分入ります。すみません、鎌中さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すみません、じゃあありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、こちらが防水処理した後の車体下です。洗車した後で濡れていますが真っ黒になっています。マフラーやサスペンションなど可動部はかからないようにしてくれています。こちらは処理前の映像です。フレームから赤い錆が見えています。この辺ひどいですね。触るとボロボロ錆が落ちてきます。ここもボロボロです。それが今こんな感じで蘇りました。丁寧に作業していただいた鎌中代表スタッフの方、ありがとうございました。これでまだまだこのキャンピングカー乗れそうです。キャンピングカーはノックスドール塗る面積が多いので費用は安くないですが、かなり価値のある処理だと思います。塗膜が厚いので遮音性や断熱性も確実に良くなっていると思います。もし雪の中で車中泊されたい方は防水塗装も考えてください。問い合わせ先は概要欄に掲載しておきます。ご視聴ありがとうございました。